も、ベイメットチャンネルです。本日は、早速各地の大会で活躍しているメテオドラグーンと、ユニークなギミックを持つマミーカースの性能を100回戦で徹底検証していく。まず、メテオドラグーンの平均重量は 39.06g で、カスタムラインを除くとスコーピオスピアに次ぐ2位というトップクラスの重量を誇っている。高い弾き性能を期待できるが、力負けすることはなさそうだ。次に、マミーカースの平均重量は 37.58g で、環境トップのシャークスケールとほぼ同じ重量となっている。トップクラスではないが、重量級ブレードとは言えるだろう。それでは各ブレードの基本性能を測定していく。当チャンネルではおなじみの1秒あたりの弾き回数による攻撃力測定と、スピンフィニッシュまでにかかった平均時間による持久力測定を行い、過去の動画で計測済みの他のブレードたちと比較しながら評価していく。さらに今回は基本性能測定に加え、現環境で活躍しているシャークスケールフリーボールを相手に、メテオドラグーンはレベルフィットカスタムの送り合い性能検証、マミーカースは持久力検証を行っていく。25戦やってみた結果、メテオドラグーンのトータル弾き回数は105回、平均スピンタイムは 29.06 秒という結果となった。続いてはメテオドラグーンの送り合い性能を検証していく。エレベートピットも試してみたが、メテオドラグーンの変重心とは相性が悪く、攻撃力も活かしきれなかったため、今回はレベルビットカスタムを用いて、序盤はメテオドラグーンの攻撃力を活かしつつ、後半は送り合いに持ち込めるかを、シャークスケールフリーボール相手に検証していく。25戦やってみた結果、メテオドラグーンの送り合い勝利数は14回、シャークスケールの送り合い勝利数は8回、という結果となった。続いてはマミーカースの基本性能測定を行っていく。25戦やってみた結果、マミーカスのトータル弾き回数は36回、平均スピンタイムは 54.12 秒という結果となった。続いては、マミーカスは持久力が高く、弾き性能が低いことが分かったので、ディフェンスベイとして現環境で活躍できるのかを、準持久ベイ代表格のシャークスケールフリーボールに対し、しっかりとスピン勝ちできるのかを検証していく。25戦やってみた結果、マミーカスのスピン勝利数は7回、シャークスケールのスピン勝利数は13回、という結果となった。
それでは100戦やってみて結果をまとめていく。メテオドラグーンのステータスは、攻撃力 114.5、持久力 31.2、防御力 18.9 ということで、タイプは公式の発表通りアタックタイプという結果となった。まず、弾き性能については、同回転ならブレード同士が噛み合いやすいが、逆回転の場合は受け流しも発生してしまうため、もしかするとスコアが伸びないかも、と心配していたが、トランバスター、シャークエッジに次ぐ3位というトップクラスの性能だった。レベルビットによる送り合い性能については、人気のシャークスケールフリーボールに対し勝ち越すことができた。しかしギリギリのバトルが多かったため、エレベートビットよりも調整精度が重要だろう。前回の動画のティア表でランク付けするなら A プラスの評価となるだろう。次にマミーカースのステータスは、攻撃力 24.9、持久力 80.9、防御力 85.8 ということで、タイプはスタミナとディフェンスのバランスタイプという結果となった。純粋な持久力だけなら環境上位のベイたちを上回ってはいるが、環境トップのシャークスケールとの直接対決では負け越してしまったため、ブレード形状的に不利ということだろう。シャークスケルトの大きい弾きを横から見ると、マミーカースだけが弾き上げられる場面が多く、オーバーエクストリームフィニッシュのリスクが高いと感じた。さらにウィザードロット戦でもエクストリームラインに強く接触するような大きい弾きは発生するが、エクストリームラインを超えるような弾きは少なかったため、マミーカースをアタック系カスタムにしても、オーバーエクストリームフィニッシュの再現性は他のブレードと比べると高くはないだろう。正直、ワンベイでの活躍は難しいが、プラスチックのカウンター刃は、サムライセーバーの小刀のように、相手の弾きを緩和できるダンパー効果があるため、対アタックタイプ要員のディフェンスベイとしてデッキに採用するのはありかもしれない。ぜひ、みんなのメテオドラグーンとマミーカースのおすすめカスタムをコメント欄で共有してくれ。では次の動画でまた会おう。アディオス。